入試日事業構想セッションというものです。で、今回はですね、プラットフォームの構想力、仕組みを作り動かすための設計思想と題しまして、この後お呼びしますが、名古屋商科大学の加藤勝彦先生に、をお迎えしてですね、プラットフォームについて、議論していきたいというふうに思っています。で、皆さん、普段ですね、いろんなところで、そのプラットフォームっていうものにね、接している場面ってもう非常に多いと思うんです。で、それがどんな風に作られていったのか。で、それを作っていくにあたっては、その事業構想ネットワークでテーマにしている構想力っていうことがですね、非常に重要になっているんではないかというところから、今回こういうですね、テーマを、選びました。ということで、もう早速ですけれども、お呼びしたいと思います。加藤先生。こんばんは。よろしくお願いします。今日はちょっと私と加藤先生とこう、やり取りをしながらプラットフォームについての理解をちょっと深めていきたいというふうに思っているんですけれども、はい、ちょっと冒頭ちょっと早速素人的な質問で恐縮なんですけれども、プラットフォームっていうこれいろんな場面で耳にするんですけれども、一体これ具体的にどういうものなのかっていう、そこからスタートしてもよろしいでしょうか。はい、結構プラットフォームっていう言葉って便利に使われてると思うんですよね、私はね。で、例えば先日もね、この近くで選挙があったんですけども、選挙演説の人がね、県内の隅々の人にサービスを届けるためにですね、住民サービスのプラットフォームを築きたいと思いますとかっていうふうに、演説されてるわけですよ。で、かと思うとね、駅に行けばプラットフォーム何本も走ってますしね。はい。そうですよね。非常に使いやすい言葉なんと思うんですよね。なんかちょっと、専門用語ですけども、車なんかのね、車体の規格なんかもプラットフォームっていう、で、共通のプラットフォームを採用してなんていう言い方もしますよね。そうですね。製品プラットフォームっていう、呼んでるようなものだと思うんですけど、その一つの、型を作って、それを発展させることによって、1からというか0から作らなくても、もともとあるその、型をですね、踏襲してですね、それを発展させていくっていう、いわゆるコスト削減の意味もあると思うんですけども、そういった意味で使うプラットフォームっていう言葉もありますね。最近結構騒がれているのが GAFA に象徴される、IT ジャイアントが提供するプラットフォームとかですね、あとシェアリングエコノミーなんかで、例えば Uber とか Airbnb みたいに、既存の、資産を生かして、その有給資産、遊んでる資産を生かして、そのプラットフォームを作るとかっていうことが、かなりその日常的にされるようになってきて、またそこでもプラットフォームって言葉が使われたりとか、様々な場面でね、使われて、ある意味ちょっと丸め込むには、なんていうんですかね、使いやすい言葉みたいな部分が、そう選挙なんかでもね、そうやってちょっと丸め込むというか、で実際今日ちょっと議論しようとしているプラットフォームはそういうちょっと GAFA のことを想像すればよろしいですかね。そうですね。ビジネス上のプラットフォームっていうふうに考えていただくと、分かりやすいかなというふうに思うんですけども、もともとそのプラットフォームっていう言葉ができる前から、こういう仕事っていうのはあったんですよね。で、要するに仲介業なわけです。例えば不動産仲介業とか、〇〇仲介業とかっていう仲介っていうつくビジネスっていうのは、ある意味もともとプラットフォームなんですね。で、それが、昔からあったんだけれども、このインターネットが普及することによって、そのネットを使う、もしくはそのスマートフォン、皆さんが持っているスマートフォンを、その一種のインフラみたいに使って、それを展開することによって、そのプラットフォームっていうことが、非常に急速に、ある意味その費用をかけずに広げることができるので、改めて注目されているような感じだと思うんですよね。これでもあれですよね、やっぱりその仲介業って言ったときに、町の不動産屋さんとかね、そのエリアの、その限られたエリアを専門に扱ってますよっていう、
そういう不動産屋さんが多い中で、例えばそのホームズとか、いろんな新しいそのインターネット上のプラットフォームなんかだと、やっぱりこう広くいろんなエリアのものをもう全部にこう、そこに行けば全部見つかるみたいなことになってますけど、やっぱりその昔ながらの不動産仲介業と、今のネットの仲介業とはやっぱりかなり違いがある形になります。で、逆にそのネットとかですね、こういったIT の力を借りなければ、プラットフォームがここまで大きくならなかったとも言えるわけなんですよね。なので、このネットの発展とプラットフォームビジネスの、この増進っていうかですね、拡大というか増えていくということは、非常に関連している、ということが言えると思うんですよね。で、インターネットを使って、見れば分かりますけども、世界中で例えば日本の裏側にブラジルでもですね、例えばなんかコンテンツをですね、アップしてもらえれば、それを見に行くことができるわけで、世界中のいろんな物件というか案件が、手元で見れるようなんですね。いわゆる地域を超えたものにできるっていうところが、このビジネスの、醍醐味というか、恐ろしいところでもあるんでしょうけども、非常に便利なところだと思うんですよね。そうですよね。これってやっぱりなんですかね、今聞いててちょっと思い出したのがですね、昔の商人のビジネスって、物をですね、仲介して、こう、転売して、利ざやで稼いでた、物理的な制約があって、商人っていうビジネスだと、やっぱりこのエリアが限られてるわけですね。で、その自分のテリトリーがある。近江商人っていうと、近江商人も出かけていってね、こう行くけれども、せいぜいそれぐらい。ところが、それが商業とかになってきて、それが国家間を超える物流システムみたいなことになっていくと、途端にそのスケールが大きくなるっていう。で、今までみたいな物理的制約がかなりもう解き放たれちゃうと。だからそういった意味で、今のやっぱりプラットフォームのその重要なポイントっていうのは、その物理的な制約をもう取っ払ってしまって、かなりこのスケールが大きくなるっていうところが一つ、現代的プラットフォームの特徴なんでしょうかね。そうですね。一つのね、大きな特徴と言えるのに、今ね、小山先生がおっしゃった、スケールメリットっていうことがあると思うんですよね。で、その規模の経済っていうふうに、日本語で訳せばそうなるんでしょうけども、今まで例えば製造業なり、物を作って売るとかっていう時には、大量生産、大量販売みたいなね。で、それによってコストを下げてみたいな、作る側ね、供給する側ですよね。顧客に対して供給する側のスケールメリットっていうのが、いわゆる差別化の源泉みたいなね、ところがあって、それはやっぱ規模が大きい方がより低価格で良い品質のものを作るとかっていう形のものが、市場をある意味支配してたわけですよ。で、それがこのプラットフォームっていうのは、実はそこの顧客との接点を中心にして、需要側、その製品を求める側のスケールメリット、規模の経済っていうのが働くっていうことなんですよ。なので、今までと基本的には作る方のスケールメリットは同じなんだけれども、顧客サイドの方、買ってくれる方のサイドがですね、非常にですね、スケールメリットがあって、これ、いわゆるネットワーク効果っていうふうに呼んでるんですけども、ユーザーが増えれば増えるほど、利便性が増すっていう状態が生まれてきて、で、これによってプラットフォームの大きさっていうのが、ある意味、測られてしまう。ユーザーの数によって決められてしまう。っていうことが起きてくると、ユーザーの数だけで、その商品自体が何を扱ってるかっていうことは別として、プラットフォームの大きさのユーザーの数だけで差別化ができてしまうっていうことが起きてくるのが、このビジネスの、良いところでもあり、悪いところでもあり、つまり日本なんかで言うと、GAFA っていう言葉がね、例えばあるとすると、ありますけども、残念ながらGAFA のどれ一つにとっても、日本初のものは入ってないわけですよ。含まれてないわけですよね。そうなると、そういったところと、特に日本が強いとしている、またはこの中部地区が強いとしているような、例えば製造業とか
という形のものが、あって、で、それが、今、いわゆる GAFA みたいなですね、IT を、非常に得意とするような会社と、組むですね、パートナーを組むっていう状況に来てるわけなんですよね。で、これは組まなくて、自分たちだけでその製造業がやっていきますよっていうことが、もう成り立たなくなってきてるわけですね。物を作っても、それをちゃんと利用する、ちゃんとした価値に落とすためには、上層部上の方で、ちゃんとしたそのサービスに変えるようなアプリケーションだったり、ソフトウェアだったり、そういったものの方が、よりそのユーザーにとって好ましい形のものが提供できるものだから、そちらと組まざるを得ない状態になってきていて、で、ここに大きな、なんていうんですかね、日本的な言葉で言うと、危機が訪れているというね、ことだと私は思っているんですよ。これで、そうですよね。これ、日本企業ってやっぱり自分たちのコアコンピタンスって、やっぱり自分たちが持っているリソースで、やっぱり勝ち抜いていこうって思っているところがあったのが、この GAFA なんかは自分たちのリソース、確かにいい技術は持ってますよ。ただ、基本的には今話したように、それは需要側のスケールメリットで勝ってるから、一見すると、あいつらには何のコアコンピタンスもないと。ただ、早くユーザーを捕まえただけで、大したことないって思いがちなんですよね。ところが、よくよく見たらめちゃくちゃ大したことあったっていうことなわけですよね。そうですね。ここにやっぱり誤算があったんですよね。そうですね。これは国の生い立ちというと変ですけども、製造業が、例えばアメリカなんかで、日本よりもずっと前に、自動車を中心として、大変な目に遭ってるわけですよ。作っても品質いいものができないし、アメリカ人ですら日本車を買うみたいなね、世界があって、品質の点で劣っているということですね。で、彼らは、ある意味、製造業を、諦めたんだと思うんですよね。で、シリコンバレーっていうところに、新しい産業の元を作って、そこはもう徹底的に IT をやりましょうということで、そこでIT を育てていく。で、育てていくのは実のことはね、何のことはね、アメリカの人たちが育ててるんじゃなくて、H1B ビザっていうものによって、世界中から集められた技術者がそこでやってるんですよね。だから、よくアメリカにシリコンバレー、アメリカ人にシリコンバレーとか言うけど、そうじゃなくて、アメリカはそれを凝縮する力を持っていただけで、世界中から集めてるんですよ、技術者を。で、そこで育てて、で、それで一大産業を作ってしまったわけです。だから、製造業をある意味、なんていうのかな、しょうがないっていう点も含めて諦めていて、で、IT に特化したものを、シリコンバレーっていうね、半導体の名前からも来てるように、それに特化したものをやってですね、で、今はもうそこからさらに先に進んで、例えば GAFA なんかの、例えば、3社は、シリコンバレーをベースにしてるんですけども、あそこのシステムですね、イノベーションとかですね、企業とかいうシステムをうまく使って、他のこともやり始めてるという形になってると思うんですよね。なので、製造業が、日本は、言葉悪いんだけど、それなりに、全然ダメになったような状態にはならなくて、それなりにうまく続いてきてて、それがゆえに、特になんていうんですかね、データとかシステムとかっていうことに、格段注意を払うような機会があんまなかったもんだから、その点、すっかりですね、シリコンバレーの IT ジャイアントに先を越されちゃって、で、今からだともうほぼキャッチアップするのはね、難しいっていうような状態になってきてて、どうやって彼らと手を結ぶか、どうやって手を結ぶのが、自分たちがいわゆる下請けモデルと言われているような、状況に陥らずに、ビジネスを進めていけるかっていうことが、課題になっているというふうに思うんですよね。そうですよね。ちょっと話はね、それちゃうんですけれども、実はアメリカってそういう意味で国策で、やっぱり産業を立ち上げていくときのダイナミックさってすごくて、私専門にしている芸術アートの世界も、実はアメリカって20世紀、抽象絵画でものすごく、アートの中心地になるんですけれども、実はあれの、そのブームを支えてきたのは、
アメリカ政府なんですよ。いや、なんだ、CIA なんですよ。CIA、中小絵画の価格が上がるんですよ。おでそうすると、そう、ソビエトが、実はソ連の書記長が、抽象絵画なんてクズだと、具象でいくんだって言ったのを、リアリズムだって言ったのを、あれを時代遅れだと見せるために、実は CIA が、実は仕組んでるんですよ。お抽象絵画のブームを。っていうぐらい、ある種、当時はね、日本が日の出る国というか、ものすごいね、日が沈まないんだみたいなことを言ってた時に、かなり対日本への、ね、ものづくりのね、この遅れをどうやってね、回復するか。やっぱ1980年代にそういうやっぱ計画を残ってるんですね、ドキュメントとして。こうやっていくんだみたいな。だからそのあたりのやっぱダイナミックさはアメリカすごいですよね。そうですね。で、今日のちょっとその構想力っていうところに結びつけていくと、明らかに実は、確かに Facebook とかはマーク・ザッカーバーグが大学生の時に作ったとかね、いう逸話の中で、なんか学生が思いつきでやったように見えているけれども、実は大きな流れとしては、かなり国としての構想が働いていると見て間違いないと思うんですよ。なるほど。それは多分おそらくその Windows とかね、OS がやっぱりこの寡占状態になったところが一つの、ラーニングのポイントだったと思うんですけれども、そういうふうにやっぱり政府主導でやっていったんでしょうかって、どうなんでしょう、やっぱりそこに構想があったんでしょうか。そうですね。Facebook なんかだと、最初ね、ナスダック上場するときに、特に日本の人たちが口にしたのは、そんな人をね、つなげただけのものに何の価値があるんですかって、その高値で取引される意味がわからんというようなことをね、言われてたわけですよ。で、その人と人とをつなぐっていうことが、どれだけの価値を、もたらすかっていうことが、日本人がそれを理解できてきたのは、実は最近だと思ってて、もうずいぶん前からね、人と人とつなげるっていうその発想の構想っていうんだかね、その点においては、アメリカがね、もうね、何年もというか、何十年もというかね、先を行ってるっていう印象が私はあるんですよね。で、私は日本人としてそういったものに触れながら、でも半信半疑で、そんなもんだって、つなげるぐらいで何の価値があるんだろうなっていうふうに思ってたんですけども、いやいや、結局 GAFA が目指すところが、人をつなげるでも、物を売るでも何でもいいんですけど、とにかくさっきの売った先の顧客の数が多いから、その人たちの傾向を見てですね、そのデータを集めて、次に生かすっていうね、データをフィードバックさせることによって、さらに精度を上げていくってことに、その GAFA が集中してるっていう形になってきてるんですよね。だから入り口はいろいろ違うんだけれども、そのポイントとしては、結局その顧客が、いろいろものを迷いながら悩んで、いろんなのをちょっとね、ウェブで調べたりとかってして、見に行ったりとかして、最終的に顧客で買うと。で、買った後もこういうふうに使うとかっていう、その一連の流れを徹底的にデータとして集めて、どういう顧客にはどういうものを売ったらいいかっていうのをですね、もう逃げられないぐらい、プロアクティブに提供している。それの一番、よく感じるのが、アメリカじゃないんだけど、TikTok みたいにね、検索レスな世界がもうやがてやってきてて、その人の思考に合わせて、ネットフリックスのリコメンデーションでもそうなんですけど、思考、その人の思考に合わせて、だからその人が気づかない潜在ニーズみたいなものまで、提供するみたいな風になってくると、逃げられないわけですよ。逃げられないって言い方変だけども、もうしっかり、ロックインされちゃうわけね。状態になってきてて、その辺の発想の構想力っていうのは、かなり日本のいいものを作って、他社よりも優れた技術で、より高品質なものを作るみたいなね、そういう世界とは、かなり違う分野、違うレベルでの、構想力があったというふうに考えるべきだと思いますよね。なるほど。合うってことなんですよね。そうですね。これ、日本はやっぱりキャッチアップできないものですからね。
そうですね。いや、これはね、ちょっとビジネスモデル的にどうかっていうこともやっぱちょっと考えていかなきゃいけないんでしょうけどはい。も、ちょっとね、私、今日のためにというわけじゃないんですけども、はい。はい。スライドを用意してますんで、結構、もうすでに話がかなり、進んでいる状況ですけども、ちょっとシェアしますね。ね、これ時計が真ん中に置いてあってですね、一応4象限に分けてるんですよ。はい。12時から3時までの部分ですね。あと、3時から6時までの部分と、6時から9時までの部分と、9時から12時まで、4つの象限に分けてるんですけども、はい。で、これは、ぐるぐる回るっていう時計だからね、ぐるぐる回るっていうことになってて、一応始発点は12時のところに書いてある、プラットフォームっていうのが、その売り手と買い手を結びつける第三者はい。仲介業から始まったというところから一応始発点にはしています。で、ただこれがですね、どこを取ってもそこから始められるような、一応図にしていて、ちょっと簡単に説明しますと、その12時、3時のところで説明しますと、これはプラットフォームの定義みたいなものが、こう紹介されていて、この図はね、実はね、マイケル・クスマノさんっていう人が、最近出した本の中で紹介している、プラットフォームの図です。トランザクションプラットフォームっていうものと、イノベーションプラットフォームっていうものがあって、その両方を持ち合わせているハイブリッドのものが、ここに出ている。なんとね、GAFA は全部このハイブリッドに入ってるんですけど、ここに含まれているということなんですね。で、クスマノさんは、実はそのプラットフォームを育てていくには、次のようなステップが必要だっていうことを言っていて、一つはそのサイドを決めなさいということですね。その次はね、ちょっとこのちょうど3時のところに書いてある、チキンエッグ問題。その鶏が先か卵が先か、その、仕組みは作ったけれども機能しないっていうことが、一番そのプラットフォーム提供者としては悲しいことだから、それが起きないように、その仕組みを作ったらちゃんとそれが動くように、しなさいというようなですね、ことを言ってます。で、それが先ほどのサイドを決めるのの次にチキンエッグ問題を解決しなさいっていう言葉があって、でその次が、小山先生もご専門のですね、ビジネスモデルというところになるんですけども、これがね、非常にキーだと思うんですよね。で、これは、もちろん、ビジネスモデルって言ったときに、収益のモデルのことがよく取り沙汰されたりとかでね、するんだけれども、小山先生が、授業とかでもやられているようなキャンバスみたいなものも含めてですね、はい。どういうふうに、その顧客との接点を持って、ビジネスを進めていくかっていう、一連の流れみたいな形のものを、定義する。で、しっかりその中ではプラットフォームのルールを決めてあげないと、誰でもが参加できるようにすると、プラットフォームって荒れちゃうんですよね。嵐みたいなのがいてですね、荒らしちゃうんですね。なので、そうならないようなルール決めをして、で、最終的にはその5時ぐらいのところに書いてありますエコシステム。互換製品を含めた、その産業に携わる人たちが、食べていけるというかですね、皆さんがある意味、そのウィンな状態に、多かれ少なかれなれるような形のものをですね、目指していくと。産業生態系を作っていくっていう形のものをですね、くすまのさんはですね、プラットフォームの、構想の段階としてのステップをね、提示されているわけです。で、6時からのところはですね、実はシェアリングエコノミーとかですね、最近車業界のですね、CASE のこととか、あとちょっとこの皿の上に乗ってるようなこの、スマートシティ、都市 OS のようなことがですね、発展系として出てくるんですけども、この辺は今のその12時から6時までの部分を引き継いで、実際今世の中でこう起こっているようなことが、こう現象として出てきていて、いわゆる流行り言葉で言うとデジタルトランスフォーメーション DX みたいなねそういったことがですね、こう出てくるような形になってくると思うんですよね。で、9時から12時まで、これで一通りぐるっと巡るんですけども、ここのあたりはですね、さらに今後の拡張性として、IoT、すべてのものがその、インターネットのプロトコルを持つような形になると、プラットフォームとしてはますます巨大化していって、そこにその AI の人工知能とか、ここでいうそのシリコンバレーがますます得意分野になってきたりするんですけども、GAFA の存在っていうのはですね、避けて通れませんよというようなことになって、ぐるんと一回りするっていうのは、ちょっとこの図で書いてみたんですね。これは何か発展の図っ
っていうふうに捉えてもいいんですか、その生まれて、まあ、もちろん発見として考えていただいてもいいんですけども、どこから入ってもどこかに結びつけられるっていうために作った図なんですね。つまり AI から入ってもビジネスモデルに、まっすぐ10時ぐらい、11時ぐらいのところが入ると4時のところに向けてですね、ビジネスモデルとかエコシステムに、はいはい、で、またエコシステムのところが、またちょっと上の方のですね、プラットフォームの定義のところにも行くしっていう、この全体をこの、一つの図に表してみて、で、どこがスタート、どこがゴールっていうことが、なしで、非常にその反映しているものがこう出てくると、それは必ずしもそれがずっと続くわけではなくて、影の部分っていうのは出てきてて、で、すべてこうバランスでもってこう成立しているわけなので、ちょうどここの真ん中に出てるような、イン&ヤンのようなですね、形で、こう、バランスを取りながらですね、こう進んでいるというようなことをちょっと表現したくて、ちょっとこの図を、作ってみたんです。プラットフォームという今日テーマね、こう掲げましたけど、ものすごい多面的で、とても1時間じゃ語り尽くせないという感じのそうですね。内容ですね。これをね、1時間で話すとなると結構新幹線の窓から通り過ぎる駅を見ていくような感じになるかもしれないですね。ビューンとこうね、過ぎていく、一瞬シュッとなんか通ったみたいな風になる感じかもしれませんけども、それぞれがなんていうか、内容が深いというか、奥深いというか、いう形だと思うんですよね。そうですよね。いや、ちょっとだからこれ切り口をですね、どこにするかによって今日のこの話の展開全然変わってくるんですけどもそうですね。一つね、ちょっとこう私が個人的に気になっているところで、もしかしたらこれが構想とつながってくるかなと思っているのがですね、今アップルが個人情報をその Facebook や Google とか Amazon にこう握られないように個人がですねちゃんと管理できるようにっていうので、今 iPhone、iOS の最新版だとアプリにトラッキングさせるかさせないかってこう選べるようになりましたと。で、個人情報を渡さなくてもよくなってきたんですよね。でそれですごく安心するっていうことがあるんですけれども、これなぜ個人情報を渡しちゃいけないかって感じるかっていうと、まさに今加藤先生がおっしゃった TikTok で、なんで自分が見たいと思うような動画を次々に見せてくるのか気持ち悪いって思うってなってくるわけですよね。でこれは我々的な問いの、立て方だと自由意志があるのかっていう議論になるんですよね。我々は外からの反応を、反射してやってるだけで、例えば有名な脳科学の実験であるんですけども、水を飲もうと自分が決断したよりも 0. 何秒か前に実は脳は水を飲むっていう指令を出してるんですね。でそれの指令を出した時よりもタイミングが遅れて自分は水を飲みたいと飲もうと手を動かしたって決断してて、そこには時差があって実は因果関係逆なんですよ。なるほど。もう無意識のうちに水を飲みたいと思って手を動かしていった。で実はですね、手が動いているのを見て、今自分は水を飲もうと決断したと後付けで、意思があるように振る舞っているのが人間だってことが分かってきたんですよ、ね。なるほど。でこれって非常にいいことなんです。例えば Amazon で皆さん買い物するときって、実はクリックする前にもう頭が買うことを決めてるんですよね。でそれで後付けで今買おうと意思決定したって思ってるんですよ。なるほど。でこの無意識、自由意志のなさをうまく利用するのがやっぱり個人情報なんですよね。だから究極の個人情報って本人は意思決定したつもりに思わせておいて、実は全部システム側でコントロールされているという世界があり得るってことは、一応脳科学の実験とかいろんなことで分かってくる中で、それをどこで阻止するかっていうと、もうアップルみたいな方法しかないんですよね。個人情報を渡さないっていうことになってくる。で僕今日ねちょっとその意味で加藤先生に伺いたいのは、これアップルの構想が勝つのか、それとも Facebook や Google や Amazon が言っているように、いや個人情報渡してもらった方が便利な世界来るんですよ、こっちの構想が勝つのか、どちらだと思いますかっていう質問なんです。なるほど。
そのプラットフォーム提供者にね、GAFA は典型的なプレイヤーですけども、ここまで大きくなってきたのは、紛れもなくそのデータをうまく活用しているからに他ならないわけですよね。で、逆に言うと、プラットフォームの、そのビジネスのですね、成否を決める要のところって結局データなんですよ。なので、そのデータ自体の使い勝手を制限されてしまうと、プラットフォームの提供者自体が、そのビジネスやりにくくなってしまう。一番のその根本のところのビジネスやりにくくなってしまうっていうね、状態が起きるのは明らかなんですよね。で、例えば、今、アップルの話出ましたけれども、Facebook のですね、その情報漏洩の問題ですとか、例えば Amazon なんかでも、不当競争の、自分のところが作っている製品と類似のものはですね、Amazon のウェブに出てこないようにするとかですね、マーケットに出さないようにするとかですね、いろんな嫌がらせみたいなこともしたりとかですね、情報の、に関連する様々なことっていうのは、実はそのプラットフォーム提供者の、力の源泉の部分なんで、その部分をね、例えばアップルが自ら自粛っていうと変だけど、自制みたいにしたっていうことは、多分私は思うには、これはね、やむにやまれずやったんだというふうに思います。というのはね、このまま放っておくとね、全部独占、もうデータを取り放題、データを使い放題の状態が続けばですね、GAFA がどんどん大きくなっていってしまうわけですよ。で、彼らはいわゆるハードウェアとかを、例えば作っているところとか、あと、不採算部門みたいな、事業とかでいっぱい作って、コングロマリット化してます。で、これはね、昔のコングロマリットは、シナジー効果を出すとかね、資源の、分配を良くするとか、人の効率を良くするとか、いろんな、リアルな世界ではそういうのがあったんだけども、このGAFA たちの、いわゆるコングロマリット化はですね、もう一点の目的に絞られていて、これは赤字でも何でもいいから、とにかくデータを集める。その顧客の、購買に至る、カスタマージャーニーみたいなところの、データを全部抑えてしまおうっていうね。そういうことになるわけど、そうするとさっきの TikTok じゃないけども、これなんか、よく俺が欲しがってって、今度、給料入ったら買おうと思ったのが、なんか出てるみたいなことがね、平気で起きてきて、でもこれ、それなりに居心地いいやって言うと変だけども、だって、探しに行く前に向こうから提供してくれるわけだから、いいかなみたいなね。基本的に脳は怠けたがっていると思いますから、考えなくても与えられるものが来ればですね、渡りに船とばかりに乗っちゃったりするわけですよね。なので、この傾向がどんどんエスカレートしていって、本当にGAFA が市場の、いわゆる、データの部分とか、いわゆるユーザーの使い勝手の部分のですね、システムを抑えてしまって、後のハードメーカーとかですね、関連するところは全部ね、下請けモデルみたいな、日本ブランチみたいなね、状態にさせられてしまうっていうことを考えると、それを止める動きがアメリカでも裁判とかでね、起きていて、自粛せざるを得ないような状態に、この GAFA がなってきていて、例えば今のアップルの動きとか、ちょっとこのまま、我々が進み続けるとですね、最終的には独占禁止法に触れて解体させられるとかね、そういったところまで行くっていうことを見据えて、なんとなく自分たちで予防線を張るみたいなね、ところをやってるような気がしてます。なるほど。いや、なぜアップルのことを言ったかというと、実はアップルみたいに個人情報の制限を、加藤先生、やっぱりやむにやまれずということはあると思うんですけど、やっぱりアップルはメーカーなんですよね、この GAFA の中では。唯一メーカーとしてものづくりを結構基盤としているということでいうと、やっぱり日本のね、企業とちょっと似てるところ、立ち位置が似てるところがあると思うんですよね。で、もしアップルの構想がですね、これ有効であれば、実はまだ日本のものづくりの会社に何か商機がありそうだって思ってるんです。で、そういうことで考えていくと、実はこのアップルが勝つか勝たないか、この制限するのに
ユーザーが乗るのか乗らないのか、ちょっといろんな調査では、あそこでトラッキングを許可しないっていう人の割合が結構な割合、なるほど。7割ぐらい確かですね、これトラッキングさせたくないって思ってる人がいたらしいんです。で、それでインターネット広告の実は単価が、すごいだだ下がりしたっていうのが、この数ヶ月の出来事としてあるらしいんですけれども、こういうその個人情報を自分でコントロールする世界が来たときに、実は日本企業のものづくりが再び脚光を浴びることがあるのじゃないかっていう、そんなことも思ったりもするんですけど、そのあたり、ちょっとこれは見込みがちょっと甘すぎますかね。いや、大丈夫じゃないですか。いや、大丈夫って言い方は変だけども、そのデータを渡す渡さないっていうことに関して言うならば、データが発生しているところがどっかってことを考えれば、ハードウェア、今後 IoT がね、どんどん普及していって、センサー等が出てきて、いろいろカメラも出てきますよ。そして、実際にそのデータが取れるところが、ハードウェアを主体としているところで取れるんであれば、それをわざわざいわゆる IT ジャイアントに渡すっていうことをしないで、自分たちでそれをですね、囲い込むようなことをすればいいわけですよ。なので、そこのところは、完全になんていうんですかね、今、GAFA とかが、この非常に強くなれている理由は、扱いやすいデータだけを扱ってるからですよね。で、扱いやすいデータっていうのは、顧客が全部インプットしてくれたものがデジタル上に並んでいれば、それを使いやすいから使っているだけのことであって、今後爆発的にデータが増えればですね、そちらの方の割合が大きくなれば、そちらの方がいわゆる主流を占めてきて、その部分をどうするかというようなところが、ポイントになってきて、そこは、いわゆるいわゆる GAFA モデル、アップルは今の話、本杯にハードウェア作らせたりしてますけども、いわゆる美味しいところ、上積み液っていうんですかね、ミルクのガーッと遠心分離してですね、上の方に美味しいところがたまるみたいなね、そこだけを吸い取るような、ビジネスモデルを取っていて、決して細かいハードウェアの、例えば車で言ったらですね、タイヤを作るとかですね、車体を作るとかっていうところまでは GAFA は基本的には降りてこれないっていうべきかもしれませんけども、いわゆる上積みのところだけで、今、先行している形なんで、今後そこと手を組んでいくときに、彼らの思惑っていうのは、ある程度もう、透けて見えてるわけですから、そこに乗らないような形っていうのをですね、取ればいいというふうには思います。ただね、これ口で言うと簡単ではないんですよ、多分。なぜかというと、はい、製造業も日本だけの話ではないんですよね。で、いわゆる途上国とかインドとかね、あまりハードウェアの精度が良くないところが、GAFA みたいなところと組んで、より価値のあるものを提供してきてたときに、最初はほとんど競合相手にならないようなチャッチなものかもしれませんけども、だんだん精度が、性能が増してきてですね、やがて、日本が今いるようなポジションまで、上がってきたときに、顧客がですね、何も割高なもの、ちょうど液晶テレビで起きてるみたいなことが起きるわけですよ。高い、どっかの離れた場所に作ったですね、工場で一生懸命作ったですね、高い液晶なんかよりも、コモディティ化してですね、ガンガンね、ちょっと赤の色が落ちるとか、精度が悪いでも構わない。それでもどんどん使い続けるっていう、いわゆるイノベーションのジレンマみたいなことが起きてくると、高いのは作った、すごいいいものは作ったんだけれども、そんなものを顧客求めてないじゃん。もっとグッド、もっと低いレベルのものでも十分だよっていうことが起きてくると、またこれ競争原理がね、難しくなってくるんで、今言ったような形で、そんな進んだらいかないかもしれないんですけど、みすみすGAFA に全部今やられてしまうってことには、ならないようにしなきゃいけないんじゃないかなというふうには思います。いや、僕はアップルが勝利する世界っていうのがどういう世界かっていうと、今現状はね、本当に GAFA というかアップル以外の、Google、Facebook、Amazon っていうのが個人情報を結構牛耳って持ってるわけですよね。でもヨーロッパで動きが出ているように、その個人情報を個人がコントロールできて、でそこで使っていいかどうかの許諾を個人がやる世界にアップルとしては持っていきたいわけですよね。
で、そうすると主導権がハードの方にやっぱり戻ってくるというか、アップル的な世界観の中で安心安全みたいなところに戻ってくると。で、その時にやっぱりもうちょっと公共のプラットフォームに個人情報がこう載ってて、で、それを Google や Facebook や Amazon が許可をもらって取りに行くみたいな、そういう世界になってくると思うんです。で、その公共的なプラットフォームっていうのを Apple が多分作ろうとしてるんですよね。なるほど。だから今回ですね、すごい面白い、実はこの前、カンファレンスがあったんですけれども、そのカンファレンスで面白いのがですね、アップルが新しい技術で今作っているのが、ウェブサイトをどのウェブサイトを見に行ったかっていうのが、インターネット上に残らない仕組みっていうのを作ってるんですよ、今回。どういうことかっていうと、私が例えば、まず問い合わせるんですよね。例えばgoogle.com っていうサイトに行きたいんだけどっていうと google.com の IP アドレスを DNS で聞きに行くんですよ。で、そうしたら聞きに行った瞬間にこいつ google.com に行こうとしてるなってバレちゃうんですよね。で、かつその後ですね google.com にIP が分かってですね情報を取りに行ったら Google にも残るんです。こいつこういうキーワードで検索でかけてきたなっていうことが。だから今のインターネットってそういう意味では IP に紐づいていろんな情報がダダ漏れしている状態なんです。実は Apple はそこにですね、今回メスを入れて、Apple のサーバーともう一つですね、サーバーを介すことによって完全匿名で情報を取れるようにしたんです。で、これは僕はまずパッと思ったのは中国のですね、そのグレートウォールみたいなものから解放されるというか、あれも何検索したかってバレちゃうわけですけれども、そういうことからアップルは個人を自由にしようとしてるし、そういうふうに個人情報が残らない匿名のアクセスっていうことを実現することによって、それこそ Google、Facebook、Amazon が今やってるように、我々を追跡してるんですよね、彼ら。どんなサイトを見に行ったかっていうの。そういうことをさせないように今してるっていう。だから結構そこはガチンコの今、主戦場になっていて、で、僕はこのガチンコの主戦場がまだ多くの人に見えてないんだけれども、これ結構な重要なイシューで、僕は日本企業としてはアップルが勝利した時のシナリオを結構用意しておく必要があるなと思ってるんですよね。なるほど、なるほど。で、その時に完全匿名で安心安全って結構日本は得意分野だから、アップルと同じような設計思想で個人情報が Google や Facebook、Amazon に行きませんよっていうものづくりをしたら、意外とアンチプラットフォームでいけるんじゃないかと思ってるんです。なるほど、なるほど。以前、トヨタのプリウスが、エコだからということで好まれたように、どこかの情報を捉えないということで、ユーザーが選択するというところを、例えばアップルなり何なりにが、その受け皿となって、顧客を集めていくっていう、そういうシナリオですよね。そうですね。なるほど。で、Google の車なんか乗ったら全部行き先とか記憶されるんですよ。これはきつくないですかお前ここ行ったなみたいな。もちろん便利なことはありますよ。過去にね、ここね、1年前行きましたねなんて言って。でもそれって便利なことよりもやっぱり怖いこともすごく多いわけですよね。全部把握されていると。で、そういうことを一切やらない車っていうことがかえって安心を届けるみたいな世界にデータがこれだけね価値を満たす世界になったがゆえに生まれてきて、でそれってなんかね変な話なんですよね。日本企業がデータ活用が下手だったんでデータ扱えなかったもう一周遅れみたいになったんだけども、一周遅れてみたらあれかえってデータ悪用しない先端に立ってたみたいななるほどなるほど。結果オーライみたいな。そういう逆転劇の中で日本のデータを変に取らないものづくりみたいなものがいくのかいけるのかなっていう
なるほど。そうですね。その日本のメーカーが、まあ、その先行している IT ジャイアントとかと、その、まあ、に、こう、何対抗しながら、そういったデータをきちんと扱えるようなことができるかどうかっていうのもね、これ大きな課題なんですよね。えうん。で、ユーザーから見てみると、少なくともデータのことを意識しないんであれば、例えば車にしても何にしても、例えばアンドロイドでもってですね、そのスマホと連携してですね、いろんなものサービスを受けられる方が便利なんですよ。うん。自動車会社が一から作って、まあ、非常にユーザーインターフェースの悪いものを作って提供されてもですね、ユーザーは求めてないんですよねって話になっちゃって、メーカーのエゴでしょみたいな話になっちゃうんですよね。うん、だからそこのところ結構難しい問題で、はい、ユーザーがじゃあそういう部分ではなくて、データを勝手に吸い取られてしまうっていうね、そこのところを懸念して、あえてそれを使わないっていう、まあ、知恵をですね、こう蓄えてくれるかどうかっていうのがね、結構課題になりますよね。そうなんですよね。だから結局自由意志をね、手放してしまった方が楽だっていう、もう世界が来るのか、いやいや、そこはちょっと意思をね、ちゃんと持ってやるのかみたいなね、そういう世界観の違いみたいなところもね、こう、絡んでくるのかなっていう。Facebook なんか今例えば急にそのデータを取るのをやめます、データを取らせてくれないんだったら、もう加入やめてくださいって言われちゃうと困っちゃうんですよ、私とか、例えばね。はい全部 Facebook でやってますから、結局トレードオフなんですよね。データを渡しても、その分の価値を提供されていれば、まあそれはいいかっていう形で今使ってるわけですよ。うん。で、その最初に例えばサインアップするときに、細かい利用規約があるけど、だいたい読まないんですけど、あれに利用することもありますということが書いてあるんだろうけども、あんまり気にしないで契約しちゃって、実は利用されてるとかね、いうことが結構あったりするんだけど、データを渡すから安く買えるとか、データを渡すから使えるっていう形のことが、今、まあ、しょうがない形でこう行われてるんだけれども、データを渡してくれないんだったらもうサービス提供しませんっていうようなことを言われたときに、それをブチッとね、やめて、他の代替するものがあれば、そっちに行きたいというふうには思いますよね。そうなんですよね。だからそこの代替するサービスを日本のメーカーが作れるかっていうと、残念ながらね、作れないんですけど、ユーザーインターフェースもひどいし、でも、もし仮にですよ、ユーザーインターフェースとかがすごく優れていて、なんか非常に安心だっていうものをもし仮に日本が作れたらですね、まだ勝機があるんですけど、まあ、残念ながらそこのね、グローバルなユーザーインターフェース設計能力っていうのがちょっと低いので、うまくいかないんですけども。まあね、日本語ですからね、まあ、それ変な話だけど。そうなんですよ。市場を相手にするときに、やっぱり共通言語で勝負してるかどうかっていうね、ところも、やっぱり大きく関係してくるわけですよ。知れてるわけですよ。日本の市場を知れてるから、で、中国だって中国語だけの市場だけ取ってみれば知れてるわけで、だからやっぱり英語圏が強くなるのは、いろんな部分で、整合性があるというかね、我々はそういった意味では、第一言語が英語でないということで、ある意味、そういった、はい、グローバルな市場を戦うにおいては、いろんなことにおいて、ハンディを追っているっていうね、部分っていうのは、否めない状態かなというふうに思いますね。ですよね。だからまあ、ちょっと同じステージに立ててないっていうのは、ちょっとね、残念なところではあるんですけども。それでですね、ちょっとまた少し話をですね、ちょっと変えてみたいと思っていて、まあ、これ多分ちょっと最後の話題になるんですけれども、まあ、ちょっと構想力っていうところに紐づけていくんですけども、今日のテーマですからね。テーマです。で、私、まあ、アップルを出したのも、アップルがですね、実現したいですね、セキュリティの世界って結構ね、確固たるものがあると思うんです。で、単純に今回 OS でトラッキングさせますかさせませんかっていうメニューを出してみましたっていうことじゃないんですよ。彼らが今やろうとしてるのは実は。で、それはなんか先ほども言ったように、インターネットも匿名でね、ちゃんとサイトを見に行けるっていう風な仕組みを、この
ディベロッパーカンファレンスで出してきたっていうところからも結構本気度が伺えて、多分ですね、アップル絡みでいろんな開発をしてるいろんなディベロッパーの人には、そのアップルの本気度合いとか構想が結構伝わってるように思うんです。で、こういうその構想力みたいなものがアップルの今戦略の駆動のドライブさせてるものとしてあったりするなと思うんですけどね。で、そういう構想を生み出すための思考法ってどういうものなのかなっていうふうにつくづく思うんですね。日本ってなんか本当そのお客さんの言うこと聞くんですけども、もう近視眼的なね、こうニーズ対応にどうしても収まっちゃって、でお客さんが使いづらいっていうとすぐなんかこれがいいと思ってても引っ込めちゃったりしますよね。で多機能になってどんどんボタンが増えるみたいな、ああいうそのポリシーのなさっていうのがプラットフォームを作る上ではやっぱりすごいネガティブな気がするんですよね。どうやってそこを突破できるのかなっていうところをちょっと最後に議論できたらと思うんですけど、日本企業がグローバルなプラットフォーム提供者になるためにはどうすればいいかということと、非常に近い質問のような気もするんですけど。そうですね、そうですね。はい。その、構想力という点でもし言うのであれば、その、日本の構想力がそんなに他と劣ってるとはあんま思ってないんですよ。で、ただ、ちょっと、私は外資系って言われるところに、IT の会社に勤めてたので、そこで日頃感じていたことは、やっぱりちょっと構想というかですね、その思考するのの、なんていうのか、自由度が、ちょっと違うなっていうのは感じたことが結構あって。そのね、いい思いつきをした人とかっていうのは、やっぱどの世界にも、会社の中にも、例えば、居酒屋に行って話してったりとか、タバコ部屋で話したりとかって結構いるにはいるんですけど、それを組織の中で引き続きそういう人ってね、ちょっと変わった人だったりする人とか、既存の会社のルールには従えなかったりとか、なんか午後から会社に来て、なんか、ちょっと、非常になんていうかな、マイペースな人だったりするわけですよ。そういう人たちっていうのは、日本のこのルールの中に入れてしまうと、もうあいつはなんか怠け者だとかね、適応できないやつとかっていう風な形で組織にあんまりいられないような形になってしまうんですよね。で、私がシリコンバレーの会社にいた頃は、そこまでひどくないかもしれないんだけど、その組織の中に、いわゆる車のハンドルでいうところの遊びみたいな部分があって、組織には馴染めないけれども、なんかここ一発のすごいひらめきをするようなやつみたいなやつが、10人、20人ぐらいですね、フェローっていうような形とかね、なんか違う、いわゆるちゃんと朝9時に来て9時に帰ってきてない中にいるわけですよ。そういう集団があって、でそういうのを、普通日本の組織だと、その人たちはね、馴染まないから、逆にちゃんとやってる人たちの、迷惑になるっていうか、目障りだから、排除しちゃうんだけど、そういうのをね、受け入れる土壌があるんですよね。で、なんていうのかな、構想力と結びつくかどうかわからないんだけど、さっき言ったアイデアは持つんだけど、それを事業化して、つまりお金をつけて事業化して、で、儲かったお金でサイクルを回していくっていうようなことが、基本的にやっぱ組織内でないとできないんだけれども、そういうのを、きちんと組織の中で捉えて、育てていくっていう土壌が、少ない。だから、構想力というよりは、構想を持った人を、事業化させるだけの、サポート力っていうかな、組織力っていうか、そっちの方が、ちょっと、あんまり足りてなくて、っていう部分が、多少あるんじゃないかなというふうに、これは別になんか、厳密な研究をしてそういうふうに思ったわけじゃないんですけど、肌で感じるのは、なんか、ちょっと違うなっていうね。違うなっていう感じの、肌感覚みたいなところから言ってるだけなんで、かなり非常にふわっとした話のことなんですけどもね。いやー、そうなんですよね。私も日本企業の組織にいたときにすごく思ったのは、すごく保守的なところもあれば、すぐ
流行りに乗っかるところもあったりして、いずれにしてもですね、あんまりその主体性がすごくあるかっていうと、そんなことがなくて、結構場当たり的なところやっぱり多いと思うんですよね。で、そういった中で、その自分と違う意見とかですね、世の中と違う意見みたいなものが出てきたときに、なんかそれを、まあ、なんですかね、受け入れるって結構、すごい主体的な、なんていうんですか、勇気がいるじゃないですか。うん。それこそ遊んでる人をね、許すって、そうです。こう器みたいなものがあるじゃないですか。で、昔はなんかそういうものを器と言って、結構リーダーの必須条件みたいに言われてた時代もあったと思うんですよ。それこそ西郷隆盛とか、うん。なんかね、ヒルアンドンとか言われてですね、なんかでも部下にいろいろ任せて、いろいろこうね、権限移譲してみたいな。で、そういうそのリーダー像が僕、なんか日本の中でちょっと迷走してるなっていう気がしてるんですよね。ああ。なんか今、確固たるリーダー像ってあんまないんですよ。うん。そうですね。まあ、どうですかね、孫さんとか、ユニクロの柳井さんとか、結構自分で決めて、バンバンこう、うん。やっていくみたいなリーダーはいるのかもしれないですけども、なんかこう、器の大きさみたいなことを言う、うん。こう経営者っていなくなっちゃったかなと思ってるんですよね。で、そのあたりが結構大きな、ちょっとこの構想が、なかなかこう大きな構想が生まれにくい部分なのかなっていう、なんかそんな感じもしました。うん。で、なので、まあ、そのね、事業構想ネットワークの中では一応その構想力を持った人材をうん。育てていこうというですね、ちょっとなるほど。壮大な構想がありまして、やってるところです。これは大事ですよね。例えばまあこれ、主に今回聞いてもらってる人たちは OB とか OG だったりするわけですけど、はい、それに限らずね、ね、なんていうか、この学位取得とかを例えば一つのステップにして、より羽ばたいていただきたいっていうふうに我々は思っていて、そのネットワークがいろんなのをね、こう展開してるっていう形なんで、構想力をぜひ鍛えていただいてっていうふうにはね、私も強く思っています。そうですね。本当、ちょっとチャットのところとか、今ご覧になったりできます加藤先生。質問とかが来ているので、Q&A のところとか見ていただくとあるんですけれども、風土を変えていくことについての話題が興味深いですってあって、まあ、これやっぱりちょっと風土の問題に絡んでくるんでしょうね。うん、で、私、ちょっと今話していて思ったのがですね、やっぱりちょうどサピエンス全史とかですね、ちょっとこう、歴史もののノンフィクション読んでる関係もあってですね、はい、人類史の中で Google を捉えるってことは重要だなと思ってるんですね。で、Google という会社は、滅びるんですよ、これ確実に、いつかは。で、ただ我々、Google が滅び方をイメージできてないですよね。でも、人類史っていうその歴史観があると、実は Google の滅び方がイメージできるはずなんですよ。うん。Facebook の滅び方とか。こう滅ぶんだろうなっていう。で、その滅びた後に残る次のサービスっていう。それから Google を倒すであろう次のサービスを考えていくっていう。そういう発想が必要なのに、今の議論って、いや、Google 強いから従おうなのか、Google はなんか気に食わねえなっていうぐらいの話しかないんで、まあそこをね、ちょっとこう人類史的なパースペクティブで物事を考えるみたいなね、うん、そんな感じで次のプラットフォームを構想していくみたいなことをやっていくと面白いのかなと思いました。ね、最後なんか加藤先生、時間も来ましたので、はい。はい。まあいろんな、今ちょっとQ&A、これなんだ、チャットの方もちょっと見てるんですけど、チャットもね、いただいてますね。アップルが開発する個人データ、ブロックシステムは、アップル自身も取れなくなるんですかっていう質問があるんですけどもね。はい。私、詳細は理解してないんだけれども、取らないというふうに言うんだけれども、取ってると思いますね。一応、原理的に取れないです。今度の WWDC で発表されたのは、原理的に取れないですね。取れないですか。じゃあ、取れないかもしれません。結構これね、いや、それでびっくりしたんですよ、僕も。原理的に取れない仕組みをなるほど導入したんですよ。だから彼は本気で取らないつもりなんですよ。なるほど。でもそれはすごい。僕はね、その人類史にかけてるんですよ。なるほど。
そうです。すごい英断ですよね、そういう意味ではね。英断です、英断です。うん。だけど、やっぱりその、ソーシャルレスポンシビリティじゃないけども、うちのガーファの中で、うちの会社だけはって言って変だけども、ちゃんとその個人情報のことを、本当に顧客のためにケアしてますよっていうさ、ある意味姿勢も見せなきゃいけないから、はい、うん、その部分をでも前面に出して、事実、誠実にそういうふうに対応してくれるってことはありがたいことですよね。そうですね。まあ、もちろんね、もう今更 Google みたいに情報で勝っていくことができそうにないっていう戦略上のね、ものもあるとは思うんですけども、逆張りっていう意味では。そういう意味では本当に面白いし、実はこれから5年後のインターネットの世界って結構変わってると思うんで、それをね、やっぱりみんなイメージできてないんですけども、絶対それはね、シナリオを考えておいた方がいいと思うんですよね。そうですね。はい。ということで、時間も参りましたので、ここで終了としたいと思うんですけども、はい、加藤先生、今日は本当にありがとうございました。用意した絵の、30% ぐらいしか話せなくてすみませんでした。いえ、すみません。これ、ご覧の皆さんにですね、ご説明しますと、ほぼですね、ストーリーない中で、即興でやってたので、すみません。話がかなり、広いね、プラットフォームって話の中で、かなり一部突っ込んだ話をしましたけれども、はい、そういったところで、ぜひまた、ちょっとタイミングまた、時期変えて、ぜひまた、はい、そうですね。具体的にもっと、ね、別の話題もいろいろ出てくるので、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございました。じゃあこちらで失礼いたします。ありがとうございました。